今回は外国人に大人気の日本食についてお話ししていきます。私には様々な国の友人がいるので、今回は私が日本食を食べて感じたことだけではなく、友人が日本食を食べた時の感想も含めてお話ししたいと思います。外国人が日本を訪れた時の食選びの参考になれば嬉しいです。日本食は世界中で高く評価されています。日本食は何といっても健康的なイメージがあります。日本食はバランスの取れた食事として広く認識されています。新鮮な魚介類、野菜、豆類、発酵食品、納豆や味噌を多く使用する食材は健康に良いとされています。繊細な味わいと美しい盛り付けも人気の理由です。日本食はその見た目の美しさと繊細な味わいで評価されています。料理の色彩や盛り付けの美しさに重点が置かれ、視覚的にも楽しめることが魅力です。その他、日本食は豊富な種類があり、寿司、天ぷら、ラーメン、うどん、そば、すき焼き、しゃぶしゃぶなど、様々な料理があり、季節ごとの旬の食材を取り入れることで、その時期ならではの味を楽しむことができます。日本人も季節が変わるごとに季節に合った食材を楽しんでいます。今回はたくさん日本食がある中で、外国人にはどんな日本食が人気なのかをお話ししていきます。この動画を最後までご視聴いただくことで、外国人が初めて日本を訪問した時に、日本の料理を食べて感じたことや困ったことなどがすべてわかります。日本のことを事前に知っておきたい。日本食選びに。日本料理選びに失敗したくないという方は、ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに紹介したいのは、外国人なら誰もが知っている日本食、お寿司です。お寿司とは、米の上に魚介類などを乗せた食べ物です。外国人にお寿司が人気な理由はいくつかあります。お寿司は、新鮮な魚介類や海産物を主な材料として使い、その品質と新鮮さが高く評価されています。これらの食材は健康に良いとされ、特に健康意識の高い人々に支持されています。寿司の特徴的な米と魚の組み合わせは、口の中での絶妙な調和を楽しむことができる点も人気の理由です。醤油やわさびなどの調味料を使い、味のバランスを調整することが外国人にとって興味深い体験となっています。ある欧米人の話によると、僕は生で食べるのに抵抗はあったけど、こんなに美味しいなんて思わなかった。それに、醤油やわさびと一緒に食べるのは口に合うね。と、喜びの声もありました。日本以外の国では生で食べることはあまりありません。でも、日本の食品は厳しく管理しているため、安全です。だから、安心して食べることができます。他にもこんな声があります。日本人が生で魚を食べているところを見て、初めはおかしいと思っていた。けれど、お寿司の美味しさや食品の安全性が分かったことで見直したね。こんな声もありました。
やはり日本人以外の国の人には、生の食品を摂取するのは抵抗があるのかもしれません。何度か日本にいる間に抵抗はなくなり、食べられるようになりました。外国人が日本のお寿司を食べた時の感想で多いのは、日本文化の豊かさや食事の美味しさについてです。アメリカから訪れた旅行者の M の体験では、日本を初めて訪れた際、銀座の高級寿司店に行きました。大将が目の前で握るお寿司は、新鮮な魚の香りと職人技が感じられ、驚くほど美味しかったんです。特に感動したのは、大トロの脂の乗り具合で、口の中でとろける感覚は今でも忘れられません。また、日本の伝統的なおもてなし精神も感じられ、とても心温まる体験でした。そして、フランスからの留学生の E の体験では、友人たちと浅草の回転寿司に行きました。回転寿司は初めての経験で、目の前を次々と流れてくるお寿司に興奮しました。どれも美味しかったのですが、特にウニとイクラの軍艦巻きが印象的でした。フランスではなかなか味わえない新鮮さと繊細な味付けに感動しました。また、値段もリーズナブルで、コストパフォーマンスが高いことに驚きました。オーストラリアからのビジネスマンの J の体験談は、仕事で日本を訪れた時、同僚に連れられて、築地市場近くのお寿司屋さんに行きました。早朝の市場の活気と新鮮な魚介類が並ぶ光景に圧倒されました。そこで食べた朝食のお寿司は、今まで食べたどのお寿司よりも美味しかったです。特に、穴子のふっくらとした食感と甘みが素晴らしく、仕事の疲れも吹き飛ぶような気がしました。カナダからの観光客の S の体験では、日本の友人と一緒に京都のお寿司屋さんに行きました。京都ならではの季節の食材を使ったお寿司は、見た目も美しく、まるでアートのようでした。特に印象に残っているのは秋の味覚である松茸のお寿司です。香り高く、しっかりとした歯ごたえがあり、日本の四季を感じることができました。ドイツからの旅行者の H の体験では、初めて日本を訪れた際、渋谷で友人と一緒に立ち食い寿司に行きました。立ち食い寿司というスタイルは初めてで少し緊張しましたが、気軽に新鮮なお寿司を楽しむことができました。シンプルながらも素材の味を最大限に活かし、地元の魚を使った握り寿司は非常に美味しかったです。これらの体験談からわかるように、多くの外国人が日本のお寿司を楽しみ、その美味しさや日本文化に感動しています。また、各地のお寿司屋さんの雰囲気やスタイルの違いも、彼らにとって興味深い体験となっています。ただ、日本の食品は厳しく管理しているため、安全です。だから、安心して食べることができます。次は、こちらも定番中の定番、うどんを紹介します。うどんとは、小麦粉に水を加えて、練って麺に加工した食品です。外国人にうどんが人気な理由はいくつかあります。
うどんはシンプルながらも満足感のある味わいが魅力です。小麦粉から作られた麺が、さっぱりとした出汁や濃厚なつゆとよく合い、バランスの取れた味わいが外国人にも受け入れられやすいと言えます。私は他の国の人と一緒にうどんを食べたことがありますが、その人もうどんは受け入れやすい食べ物だと言っていました。うどんは太く、もちもちとした食感があり、噛む楽しさもあります。多くの外国人は、この食感が好きという声も多いです。うどんの食感は好きだね。もちもちしていて、食べ応えがある。程よいしょっぱさの汁と一緒に、もちもちした麺を食べるのがいいね。時刻にもあったらいいな。絶対に人気になりそうだよ。やはり魅力的な食感が外国人に好評です。また、冷たいざるうどんや温かいかけうどんなど、季節や気分に応じたバリエーションがあります。うどんはシンプルながら栄養価が高く、健康意識の高い外国人に人気です。また、具材や調理方法によって様々な種類が楽しめます。天ぷらうどん、肉うどん、釜揚げうどんなど、地域や店ごとに異なるアレンジが楽しめるのも魅力です。ちなみに、私はきつねうどんが好みです。その他、外国人が日本のうどんを食べた体験談は、日本文化への理解と新しい味覚の発見を伴うことが多くあります。アメリカからの観光客の R の体験では、初めて日本を訪れた際、京都の有名なうどん屋に行きました。店内は古風な日本の雰囲気が漂い、木造の建物と畳の座敷が印象的でした。注文したのは、具沢山の天ぷらうどんでした。うどんの太さともちもちした食感に驚き、特にエビの天ぷらのサクサク感と出汁の効いたつゆの相性の良さに感動。京都の美しい庭園を眺めながらの食事は、まるで映画のワンシーンのようで心が癒されました。イギリスからの留学生の J の体験では、大学の友人たちと東京のうどん屋さんに行った時のことです。彼らは僕にかけうどんを勧めてくれました。一口食べると、その深い味わいに驚きました。シンプルな見た目にもかかわらず、出汁の風味が豊かで、うどんのもちもち感とよく合っていました。薬味として提供されたネギや七味唐辛子がアクセントとなり、飽きることなく食べ続けることができました。友人たちと一緒に笑いながら食事をする時間は、私にとって貴重な思い出です。フランスからのシェフの M の体験では、日本の食文化に興味があり、長期滞在中に名古屋でうどんの名店を訪れました。名古屋は味噌煮込みうどんが有名で、注文すると大きな土鍋で煮込まれたうどんが運ばれてきました。味噌の濃厚な香りが立ち上り、一口食べるとその独特のコクと旨味に驚きました。フランス料理では見かけないこの濃厚なスープは、野菜や鶏肉とよく合い、ボリュームも満点でした。うどん自体がしっかりとした歯ごたえで、
煮込んでも崩れないのが印象的でした。日本の家庭料理の一端に触れたようで、とても感激しました。オーストラリアからのバックパッカー、D の体験では、大阪を訪れた際、地元の人に勧められて、駅近くの小さなうどん屋さんに行きました。注文したのは、きつねうどんでした。揚げたお揚げの甘さと、出汁の効いたスープのバランスが絶妙で、食べるたびに幸せな気持ちになりました。店のご主人が毎日手作りしているという話を聞き、料理への愛情を感じました。大阪の人々のフレンドリーな雰囲気も良く、お店の常連さんたちと楽しい会話を交わしながらの食事は、まるで家族のような温かさがありました。ドイツからのビジネスマンの H の体験では、東京でのビジネス出張中、同僚に連れられて、うどん専門店に行きました。注文したのは、カレーうどんでした。日本のカレーは、私たちが普段食べるカレーとは違い、甘さとスパイスのバランスが特徴的です。カレーの濃厚な味わいと、うどんのもちもち感が見事に調和し、一口ごとに新しい発見がありました。カレーのスープが熱々で、寒い日にはぴったりの一品でした。仕事の合間のリフレッシュとしても最適で、日本の食文化の多様性を感じることができました。中国からの観光客の R の体験では、このような意見も。日本の友人に連れられて、香川県の讃岐うどんを食べに行きました。香川県はうどんの聖地とも言われており、期待が高まりました。讃岐うどんは、そのコシの強さが特徴で、一口食べるとその弾力に驚きました。シンプルな冷やしうどんに、生姜とネギをトッピングし、醤油をかけて食べるスタイルは、素材の味を最大限に引き出しており、非常に美味しかったです。セルフサービスのお店で、自分でトッピングを選ぶ楽しさもあり、うどんの奥深さを感じました。これらの体験談からは、外国人が日本のうどんを食べることで得ることができる文化的な洞察や、食べ物の新たな発見が浮かび上がってきます。うどんの多様なスタイルや地域ごとの特色は、彼らにとって興味深い体験となり、日本の食文化への深い理解を促す重要な役割を果たしています。次はラーメンについてお話しします。ラーメンとは、中華麺とスープ、そして野菜などの具を合わせて食べる麺料理です。ラーメンは醤油、味噌、塩、豚骨などの多様なスープベースと、様々な具材の組み合わせにより無限のバリエーションを楽しむことができます。これにより、一人一人の好みに合った一杯を見つけることができ、飽きることがありません。ラーメンはボリュームがあり、濃厚なスープと絡み合う麺、そして多彩なトッピング、チャーシュー、煮卵、ネギ、海苔などが豊かな満足感を提供。特に寒い季節や疲れている時に、体を温め元気づける一杯として愛されています。日本には冬に行ったけど、体が温まるからラーメンは最高だったよ。これが身近にあれば毎日食べていたかもね。ラーメン最高すぎる。醤油に味噌、塩味があって全部食べてしまったよ。カップもあるんだね。
コンビニで僕は爆買いしたね。こんな声もあります。外国人にも濃厚なスープが好まれるのかもしれません。私もこのスープは毎日食べたくなるほど好きです。ラーメンは手軽に食べられる点も人気の理由だと考えられます。それに専門店では比較的短時間で提供されることが多く、忙しい生活の中でも手軽に美味しい食事を楽しむことができます。先ほどもカップを紹介しましたが、このインスタントラーメンの普及により、自宅でも手軽に本格的な味を再現できるのも魅力です。あるトルコ人は次のように話しています。日本に来てから私が最も楽しみにしていたことの一つが、地元のラーメン屋で本格的な日本のラーメンを食べることでした。やっと友人に勧められたお気に入りのラーメン屋に行きました。その店は狭いカウンター席が並ぶ小さな店で、厨房から漂う醤油と豚骨の香りが店内に満ちていました。メニューを見ながら、ここで一番おすすめのラーメンは何？と友人に尋ねました。友人は笑顔で答えてくれました。特製ラーメンが絶対おすすめ。濃厚な豚骨スープと麺が最高の相性なんだよ。迷わず、私も特製ラーメンを注文しました。しばらく待つと、目の前に大きな丼に盛られたラーメンが出てきました。見た目はシンプルで、豚骨スープに浮かぶ。チャーシューと味付けの具材が輝くような麺と一緒に堂々と広がっていました。スープをすくうと、その香りが鼻をくすぐります。一口食べると、麺はもちもちしており、豚骨スープは濃厚でコクがありました。口の中に広がる旨味と深い味わいに、本当に感動しました。初めての日本のラーメン体験は、ただ食事を楽しむだけでなく、文化や料理の奥深さを感じる貴重な体験でした。日本のラーメン文化は、地域ごとに異なるスタイルや味があり、それぞれの店には、そのオリジナリティと匠の技が息づいています。食べながら店主のこだわりや情熱が感じられるのも、日本ならではの魅力です。その後も様々なラーメン屋を訪れましたが、どの店も個性的で美味しいラーメンを提供してくれました。次は蕎麦を紹介します。蕎麦とは、蕎麦粉と小麦粉を使った料理です。蕎麦が外国人に人気な理由には、いくつかの理由があります。蕎麦は健康的でバランスの取れた食事です。蕎麦は小麦粉を主原料とし、日本独特の製法で作られた麺料理であり、腹持ちが良く、消化にも比較的優しいとされています。また、蕎麦粉自体には栄養価が高く、植物繊維やビタミン B 群、ミネラルなどが豊富に含まれています。食べやすさも人気の理由です。蕎麦は様々なスタイルで提供され、冷たいざる蕎麦や温かいかけ蕎麦、天ぷら蕎麦など、季節や個々の好みに応じて楽しむことができます。この多様性は外国人にとっても魅力的であり、新しい味覚を探求する機会となっています。蕎麦はさっぱりしていて、日本の食文化を感じる。蕎麦の風味が良くて素朴で美味しい。
そばの食感がユニークで、さっぱりしていて食べやすい。日本の伝統的な食べ物だから体験したかった。現地の食文化を知る良い機会だった。日本の食事はバラエティに富んでいて楽しい。このように、外国人の感想は個人によって異なりますが、一般的には日本のそば文化を楽しんでいる姿が見られますね。トルクメニスタンの人の体験談です。日本に留学して間もない頃でした。私は日本の伝統的な食文化に興味を持ち始めました。その中でも特に気になっていたのが日本のそばでした。地元の人々が愛するこの食べ物をぜひ試してみたいと思い、ある日、友人たちと一緒に地元の蕎麦屋に足を運びました。蕎麦屋に入ると、静かで落ち着いた雰囲気が広がっていました。メニューを見ると、ざる蕎麦や天ぷら蕎麦など、多彩な種類が揃っていましたが、初めての訪問なので、店員さんにおすすめを尋ねることにしました。店員さんは親切にも、ざるそばを勧めてくださいました。注文して少し待つと、美しい盛り付けのざるそばが運ばれてきました。見た目はシンプルで清潔感があり、温かみのある出汁の香りが漂っていました。箸を使ってそばをつまみ、つゆにつけて口に運ぶと、まず最初に感じたのは、そのそばの独特な食感でした。しっとりとしたそばが口の中でほどける感触は新鮮でした。そして、出汁の味わいは深く、繊細でありながらも豊かで、何度もつゆを味わいながら楽しむことができました。友人たちと会話をしながら、ゆっくりとそばを楽しみました。特に、そばつゆにつけた天ぷらの、サクサクした食感との対比が心地よく、日本の食文化の奥深さを感じることができました。その日以来、私は何度も蕎麦屋に足を運び、様々な種類の蕎麦を試すようになりましたね。地域や季節ごとに異なる特徴を持つ蕎麦に触れるたびに、新たな発見があり、日本の蕎麦は単なる食べ物を超えた文化や風土を感じさせてくれるものでした。留学生活において欠かせない存在となりました。今でも時折、その日の体験を思い出し、日本の蕎麦の美味しさと、その背景にある文化や人々の思いに感謝しています。これからも日本の食文化の深さを探求していきたいと心から思っています。次は天ぷらを紹介します。天ぷらは、野菜などの食材を小麦粉を主体とした衣で包み、油で揚げて調理する日本料理です。天ぷらの衣は軽くてサクサクし、この食感が外国人には新鮮で、魅力的に映ると考えられます。揚げ物でありながらも重たくならず、軽やかに食べられる点が好評です。天ぷらはエビや魚、季節の野菜など、様々な素材を使用します。この多様性により、幅広い人々が楽しめ、素材の組み合わせによって、様々な味わいや風味を楽しむことができます。天ぷらはシンプルな味付けが基本で、素材本来の味を楽しむことができます。天つゆや塩でシンプルにいただくことで、素材の風味が引き立ち、多くの外国人にとって魅力的です。先ほど紹介したうどん屋さんでも食べることができます。天ぷらは見た目も美しく、
盛り付けられることが多く、視覚的にも楽しめる料理です。鮮やかな色合いと丁寧な盛り付けが食事の楽しみを増します。ある外国人が興味深いことを言っていたので、一部紹介しますね。僕、実は納豆は嫌い。でも、納豆の天ぷらは好きなんだよ。かぼちゃの天ぷらはいいです。甘みがあって食べやすいです。柿の天ぷらは美味しかった。旨味がたっぷりあってよかった。などの声もありました。他にも魚や肉を天ぷらにすることができます。もし、天ぷらを楽しみたいのであれば、ぜひ料理してみてはいかがですか？そして、日本が大好きなベラルーシ人は、次のように話しています。数年前、初めて日本を訪れた際、私は天ぷらという日本の伝統料理に出会いました。その日は東京の下町にある小さな居酒屋で、友人たちと楽しい食事の時間を過ごしました。外国人にとっても魅力的な日本の居酒屋では、様々な料理をシェアしながら楽しむ文化があります。メニューを眺めながら、どれも美味しそうでしたが、私たちは一致して天ぷらを試すことにしました。天ぷらが運ばれてきたとき、その見た目の美しさに驚きました。揚げたてで、サクサクの衣が香りとともに漂ってきました。最初に頼んだのはエビの天ぷらでした。エビはプリッとした食感で、衣が軽くて油っぽくなく、そのバランスの良さに感動しました。次に試したのは、季節の野菜の天ぷらでした。きのこ、さつまいも、かぼちゃなど。揚げたての野菜は甘みがあり、季節感を感じさせてくれました。天ぷらを食べながら、友人たちと日本の食文化について語り合いました。天ぷらは、素材の味を生かす日本料理の代表的な一つであり、その技術と繊細さに改めて感心しました。特に天ぷらを揚げる技術は温度とタイミングが非常に重要であり、職人の技術がどれだけ大切かが理解できました。その後、他の居酒屋や専門店でも天ぷらを楽しむ機会がありましたが、どこでも一貫して素晴らしい経験でした。地域によって揚げ方や出汁の使い方が異なり、それぞれの個性が楽しめたことも印象的でした。また、天ぷらに合う日本酒や緑茶など、飲み物との相性も楽しむポイントですね。天ぷらは単なる揚げ物ではなく、季節感や職人の技術、そして日本の食文化全体を象徴する料理だと感じました。その後、自分でも家庭で天ぷらを試してみたり、日本の料理に対する理解が深まったことで、日本の食文化への興味がさらに深まりますね。日本を訪れる外国人にとって、天ぷらは単なる料理以上の新たな発見と興奮をもたらす食の体験です。その美味しさと文化的な背景を通じて、日本の食に対する愛着が深まる経験です。次はお好み焼きについてお話しします。お好み焼きは、肉、シーフード、野菜など、自分の好みに合わせて食べるグルメです。このカスタマイズ性が、個々の嗜好に合った一品を楽しむことを可能にしています。多くの店では、テーブルにある鉄板を使って、自分で焼くスタイルがあり、
この体験が外国人にとって新鮮で楽しいものとなっています。自分で焼くことで食事自体がエンターテイメントになります。お好み焼きはボリュームがあり、外はカリッと、中はふわっとした食感が楽しめます。ソースやマヨネーズ、鰹節などのトッピングが絶妙に合わさり、満足感のある美味しさがあります。特製ソースやマヨネーズ、青のりなど、お好み焼きならではのトッピングが外国人にとって新鮮で魅力的です。このユニークな味付けが多くの人々に強い印象を残します。いや、あのソースの味は今でも忘れないね。青のりとソース、もう一度日本に行って食べてみたいね。料理すること自体面白かったね。動画を撮ってしまったよ。焦がしてしまったけど、いい思い出だった。次はちゃんと焦がさないようにしたいね。彼女と一緒に料理していい思い出だったね。やはり料理すること自体、楽しんでいる外国人もいるようです。お好み焼きの味はもちろん、その場でお好み焼きを焼いて楽しんでいる人が多く見られます。日本に来たら、ぜひお好み焼き店に行って楽しんでもいいでしょう。わからない場合は、店員さんが教えてくれますよ。あるアメリカ人は次のように話しています。最近、初めて日本のお好み焼きを試す機会がありました。大阪を訪れた私は、地元の人たちが集まる名店に入ると、焼く音と熱気が漂い、目の前でお好み焼きが焼かれる様子にワクワクしました。メニューには様々な種類のお好み焼きが並び、私たちはオリジナルと広島風のお好み焼きをオーダーしました。最初に運ばれてきたのは、オリジナルのお好み焼きでした。ふわふわの生地にたっぷりのキャベツと豚肉が散りばめられ、上には美しいソースとマヨネーズがかかっていました。一口食べると、ふわっとした生地とシャキシャキのキャベツが絶妙に調和し、ソースとマヨネーズのコクが心地よいアクセントでした。友人たちと分け合いながら、その美味しさにうっとりしました。次はたこ焼きについてお話しします。たこ焼きは小麦粉の生地、タコの切り身、ネギ、紅生姜、天かすなどを使った球体の食べ物です。タコのコリッとした食感と柔らかい生地の組み合わせが絶妙です。ソースやマヨネーズ、鰹節、青のりなどのトッピングが味をより引き立てます。この独特な食感と風味が外国人にとって新鮮で魅力的です。たこ焼きは手軽に食べられるグルメとして人気があります。祭りやイベント、フードコートなどで手軽に購入できるため、多くの外国人観光客にとって口にしやすい料理です。たこ焼きを自分で作る体験ができるお店も多く、この調理体験が外国人にとって楽しいアクティビティとなっている場合もあります。また、家族や友人と一緒に作ることで、食事自体がエンターテイメントに変わります。実際に日本人とたこ焼き作りを体験した外国人の意見があります。たこ焼き作り楽しかった。またやりたい。皮の中にタコを入れるのは珍しいことだったよ。留学していた時、僕は作り方を覚えてしまったよ。
自国でたこ焼き作って彼女に食べさせたい。調理加減がよくわからない。けれど、サポートしてくれて助かったよ。たこ焼き作りに関心が高い外国人もいますね。作り方を覚えてしまった人もいるようです。たこ焼きは伝統的なソースやマヨネーズだけでなく、様々なトッピングや味付けが可能です。チーズやベーコン、明太子など各国の食材と組み合わせたバリエーションもあり、多様な味を楽しめて人気があります。たこ焼きは日本の屋台文化の一部であり、食べることで日本の文化や伝統を感じることができます。特に大阪を訪れる外国人にとっては、たこ焼きを食べることが、地域の食文化を体験する一環となるのではないでしょうか。あるロシア人は次のように話しています。私は数年前、日本を訪れた際に初めて、たこ焼きという料理に出会いました。その日は大阪で、友人たちと地元で評判の良いたこ焼き屋に行くことにしました。お店に入ると、たこ焼き特有の香りと活気が迎えてくれました。カウンターに座り、目の前でたこ焼きが一つ一つ。焼かれる様子を眺めるのは、とても楽しかったです。メニューには様々なトッピングがありましたが、最初にオリジナルのたこ焼きとネギたこ焼きを注文しましたが、丸いのが印象的でした。丸い形状にたこ焼きソース、マヨネーズ、青のりが美しく盛られ、一口食べると、ふわっとした生地の中に、柔らかなタコの食感が広がりました。たこ焼きソースの甘辛い味とマヨネーズのクリーミーさが、絶妙にマッチしていて、その味に感動しました。友人たちと交互にシェアしながら、笑いながらその美味しさを堪能しました。次に挑戦したのがネギたこ焼きでした。こちらはさっぱりとした味わいで、ネギの風味が爽やかなアクセントとなっていました。ネギたこ焼きもまた、たこ焼きソースとマヨネーズの組み合わせが絶妙。地元ならではの味を存分に楽しむことができました。たこ焼きを食べながら、私たちは日本の食文化についても話しました。たこ焼きは大阪発祥の人気料理であり、その一つ一つが手作りで丁寧に焼かれること、そして食べる楽しさやアレンジの自由さが特徴だと感じました。また、たこ焼きを作る際の焼き手の技術も見逃せませんでした。彼らの技量がたこ焼きの外観や食感に大きく影響していることがわかり、そのプロセスを目の前で見ることができたのは興味深い経験でした。その後も大阪や他の地域で様々なたこ焼きを試しましたが、どれも独自の魅力があり、地域ごとの風味やトッピングの違いに驚きました。日本酒やビールとの相性も抜群で、たこ焼きを楽しみながら日本の居酒屋文化を満喫しました。たこ焼きはその美味しさとともに日本の文化と深く結びついている料理だと感じました。日本を訪れる外国人にとって、たこ焼きは新たな食の発見と興奮をもたらす料理であり、その地元ならではの味わいや文化を体験するきっかけとなることでしょう。次は焼肉とステーキを紹介します。焼肉は日本の料理で、主に肉をグリルして楽しむスタイルの食事です。ステーキは厚切りの肉を焼いた料理で、特に牛肉のステーキが有名です。
肉を高温で焼き上げ、外側は香ばしく、内側はジューシーに仕上げ。焼肉やステーキに使用される肉は、一般に高品質であり、その風味と柔らかさが多くの人々に愛されています。特に、日本の和牛やアメリカのプライムビーフなど、特別な部位やブランドの肉が特に人気です。焼肉やステーキはシンプルな調理法で肉の旨味を最大限に引き出すことができます。塩や胡椒、タレなどのシンプルな味付けが肉本来の風味を楽しむことを可能にします。このシンプルさと豪華さが多くの外国人に受け入れられています。焼肉やステーキには様々なサイドメニューがついてくることが多く、多様な味わいを楽しむことができます。例えば、焼肉ではキムチやナムル、サラダ、ステーキではポテトや野菜などがあり、バランスの取れた食事が楽しめます。あるクロアチア人の話をします。外国人が日本の焼肉やステーキを食べる体験は、しばしば驚きと感動の連続です。ある日、友人たちと東京の新宿で焼肉屋に入った時のこと。店内は活気に満ち、グリルから上がる焼肉の香りが店全体に漂っていました。メニューを見ると、霜降り和牛や希少部位の名前が並び、興奮が高まります。注文したのは、特選カルビと和牛のハラミ。最初に出てきたのは生肉。これを自分で焼くスタイルには驚きましたが、スタッフの丁寧な説明で安心して焼くことができました。グリルが熱くなる音と香ばしい匂いが期待感を高めます。最初の一口、その肉の味は予想を超えていました。口の中でとろけるような肉の質感と深い肉の旨みに感動しました。友人たちも口を開けば、これぞ本物の焼肉だ、と絶賛するばかりでした。その後も様々な部位を試しました。特に印象に残ったのは、和牛の希少部位であるタン塩とハラミ。日本の肉は他のどの国のものとも異なり、質が高く、口に入れた瞬間に感じる満足感が全く違います。焼肉の際に添えられる特製のタレや塩も、肉の旨味を引き立てる絶妙な味付けでした。ステーキも同様でした。日本のステーキは、しっとりとした肉質と絶妙な火入れが特徴です。レストランでいただいた A5 ランクの和牛ステーキは、まさに極上の味でした。肉の柔らかさと口の中で広がる肉汁の旨みは、他では決して味わえないものでした。食事をしながら、日本の食文化の素晴らしさについて友人たちと語り合いました。日本の食材の質と職人の技が織りなす料理の世界には、深い敬意を払わざるを得ませんでした。そして、食後には焼肉屋の雰囲気も楽しみました。店内は満員で活気に満ち、みんなが肉を焼きながら笑顔で過ごしている姿が印象的でした。日本の焼肉やステーキは、単なる食事以上の体験を提供してくれるのです。この体験を通じて、日本の食文化への理解が深まりました。食材へのこだわりや料理への情熱が、日本料理の質の高さを支えていることを実感しました。外国から来た私たちでも、
その美味しさに感動し、日本の食を心から愛することができました。次にお話しするのは、味噌汁です。味噌汁とは、味噌を使ってお湯をかけて味わう日本料理です。味噌汁も外国人に人気な日本食です。健康的で栄養価が高いという点が人気の理由です。味噌汁には発酵食品である味噌が使われ、腸内環境を整える効果があるとされています。さらに、野菜や豆腐、海藻などの具材が多く使われるため、バランスの取れた栄養摂取ができるとして、健康志向の高い外国人にとって魅力的な食べ物とされています。日本の伝統的な朝食や家庭料理の一部として親しまれています。外国人にとっても地域の文化や食べ物に触れる貴重な機会となるはずです。これらが味噌汁に興味を持たれる要因となっています。味噌汁の独特な味と香りが親しみやすい点も外国人に受け入れられています。その豊かな風味と食感は異国の味を探求する食文化を楽しむ人々にとって新鮮で魅力的な体験を提供しています。ここで驚くのは、日本に来た際、味噌や味噌汁を爆買いして、味噌汁を摂取する外国人がいたことです。もともと脂っこいものばかり食べていたけど、味噌汁のおかげで。好みが変わったね。体重10キロも痩せて嬉しい。腸の動きが良くなったよ。これも味噌汁のおかげだ。僕はロシア人なんだけど、寒いから味噌汁は温まる。毎日欲しいよ。日本に来た時、実は毎日摂取していたかも。と、日本人と同じく習慣化した外国人もいるようです。日本を代表する食事、味噌汁、日本人にとっては嬉しい知らせですね。そして、オーストラリア人の体験談です。日本の味噌汁は外国人にとっても特別な体験です。初めて東京に旅行した時、友人と小さな居酒屋に入った時のことを覚えています。店内は静かで、シンプルなインテリアが落ち着いた雰囲気を演出していました。メニューを見ると、和食の種類がたくさんありましたが、私たちは地元の味を楽しむために味噌汁を選びました。出てきた味噌汁は小さな鉄鍋で提供されました。野菜や豆腐が見えました。最初に一口飲んでみると、深い出汁の味と優しい甘みが口の中に広がりました。その中には具がたっぷりと入っていて、友人たちもこんなに美味しい汁、初めて食べたと感動していました。その後も何度か味噌汁を食べる機会がありました。地方ごとに味や具材が異なり、それぞれの風味が楽しめることを知りました。特におばあちゃんが作った味噌汁は、家庭の温かさが感じられ、一口飲むたびに日本の文化や人々の温かさを感じました。最後はうなぎのお話です。うなぎは主に、うなぎを串に刺し、タレを塗りながら炭火で焼きます。タレは、醤油、みりん、砂糖などを煮詰めたものです。うなぎは日本人だけではなく、外国人にも人気があります。その人気の理由は、独特な味と食感です。うなぎは日本料理の一つとして、
独特の甘辛いタレで焼かれることが多く、その風味が外国人にとっても魅力的です。また、彼らが普段食べている魚とは異なる新しい食べ物として評価されることがあります。その他、栄養価の高さが挙げられます。うなぎには良質なタンパク質やビタミン類が豊富に含まれ、特に活動量の多い人々にとってエネルギー源として理想的です。さらに、日本文化や伝統に触れる機会としての価値もあります。うなぎは日本の季節感や料理の技術、文化を体験する一環として、外国人にとって興味深い食べ物です。ある外国人は、日本に来てうなぎを摂取してこのように話しています。いやー、あのうなぎはたまらない。タレが好きだね。ライスと一緒に食べるのもよかった。骨がちょっと邪魔だったかな。食べるの怖かった。柔らかい食感が僕は好みだよ。うなぎ独特のタレが、やはり好かれるのかもしれませんね。実際に私も週に1回はうなぎを食べています。日本食で一番好きですね。やっぱりこの独特の味が理由です。今回は外国人に人気の日本食を10選紹介しました。日本食は世界中で高く評価されています。今回ご紹介した10選は、日本人にとってどれも日常的なグルメです。日本食が世界に広まり、国を誇れる食事になれば幸いです。どうでしたか？学びになったパートはいくつありましたか？このチャンネルでは、外国人が日本を経験して感じたことや学んだことを語っていきます。動画のテーマにしてほしいことがあれば、コメント欄に書き込んでもらえると嬉しいです。これからも外国人が日本で感じた体験談を語っていきますので、高評価とチャンネル登録も忘れずにお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。